今日はカリカリ大学芋を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカリカリ大学芋を作りたいと思います。今回の大学芋は表面がカリカリで中がホクホクの美味しい大学芋にしていきたいと思います。今回はさつまいもを揚げて作るんですけれども、さつまいもが甘くなる方法で揚げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、お砂糖、みりん、お醤油、お水、黒ごま、そしてさつまいもを揚げるときに揚げ油を使用していきます。まずさつまいもなんですが、今回ですね、約 350g のさつまいもを使っていきます。こちらの品種はお好みのものを使用してください。あとの調味料はとてもシンプルなもので作っていきます。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにさつまいもを切っていきます。今回皮ごと使っていきます。まず両先端の端を切り落とします。さつまいもがね、結構硬いので手を怪我しないようにだけ注意して切ってください。あとはですね、こちらを乱切りにしていきます。さつまいもを置いて包丁を斜めにして切り落とします。よいしょ。こんな感じで切ったら、この切り口を上にしてちょっとねこれ安定しないので、こうやって斜めにして安定する場所を見つけて、そしてまた斜めに切っていきます。はい、こんな感じでまた切り口を上にして、そして斜めに切ります。こんな感じでね切っていきましょう。はい、このように切ります。それではこちらをボウルに入れます。はい、そしてこのように水に浸してこのまま5分アク抜きします。そうすることでさつまいものアクが抜けて、さらに変色も防ぐことができます。5分以上つけるとさつまいもの風味もなくなってしまいますので、5分以上は水に浸さないようにしてください。はい、5分経ちました。そうしましたらこちら水切りします。はい、このようにざるにあけてください。そしたらですね、続いてこちらのさつまいもの水分をしっかりと拭き取っていきます。まな板にキッチンペーパーを敷いて、そしてさつまいもを並べます。そして上からキッチンペーパーをかぶせて、しっかりとね水分を拭き取ってください。ここで水分が残っていると油跳ねの原因になりますので、こうやってねできれば1個ずつきちんと水分を拭き取ってください。水分拭き取ったらバットに入れておきます。少しね一手間なんですが、最後はねこのように1個ずつねキッチンペーパーで水分を拭き取っていただくといいかなと思います。はい、さつまいもの準備はこれで OK です。それでは今からこちらを油で揚げていきます。それではフライパンを用意して、まずさつまいもを並べていきます。まだね何も入れていない状態です。はい、で全体にこのように並べてください。でここでポイントなんですが、さつまいもは常温の油から揚げていきます。そうすることでゆっくり熱が伝わって、中がホクホクでカリカリになって、さらにさつまいもの甘みもアップします。ではここに油を注ぎ入れます。だいたいさつまいもが3分の2ほど浸るぐらいまで入れてください。はい、でこのようにさつまいもがだいたい半分よりちょっと多めぐらいですね。さつまいもが浸るくらい油を入れてください。そしたら火にかけます。それではこのまま弱めの中火でじっくりと揚げていきます。火加減はこのぐらいの弱めの中火です。はい、今ねちょうど3分ぐらいでこんな感じでちょっとプクプクしてきました。このままですね、まだ動かさずに揚げていきます。はい、今ねだいたい5分ほど経ちました。そうするとこのように全体がプクプクしてきます。そしたらですね、このようにまだ出ている部分を下にして、まだ上がってない部分ですね、それをきちんと油に浸してください。先ほど揚げてた部分が表面に出て、上がってない部分がきちんと油に浸ったら、またこのまま動かさずに揚げていきます。はい、今裏返してからちょうど5分ほど経ちました。トータルで火をつけてから10分ほど経ってます。そしたらですね、火を強めの中火ぐらいにします。そして油の温度を上げて、最後は転がしながら表面がねカリッとするまで揚げていきます。最
最後ね高温で仕上げていただくことでとてもカリッとした美味しい大学芋に仕上がります。焦がさないようにだけね注意してください。あとねこうやって揚げてる時は油跳ねには注意してください。はい、でこのようにいい感じに揚げ色がついて、そしてさらにカリッとしたものから取り出していきます。はい、このように美味しそうにカリッカリに揚がりました。かなりねカリカリに仕上がってます。今ねトータルでだいたい12分ほど揚げました。12分揚げるとねしっかり火が通ってると思うんですが、もし心配な方は一度竹串を刺してきちんと中まで火が通ってるかチェックしてみてください。はい、それでは最後仕上げていきます。まずですねお鍋にお砂糖、そしてここにお水、あとはみりんを加えます。砂糖に水分をなじませます。このように全体になじんだら火にかけます。でこのままですね少しきつね色ぐらいになるまで加熱していきます。加熱している最中は中をいじらないようにだけしてください。この時にいじってしまうとお砂糖が結晶化してしまうことがあるので注意してください。あとはね天板とかにこういったオーブンシートかクッキングシートなどを敷いて用意しておいてください。はい、で今わかるかな、ほんのちょっとだけここの部分色変わってきましたね。そしたら火を止めます。そして一度全体をこうやって回します。そしたらここにねまずごまを入れます。そしてあとはお醤油です。そしてさつまいもを入れます。さつまいもを入れたら一度ねまだ火にかけない状態でさっと絡めます。お箸でやるとねちょっと穴開いちゃいそうなので、このようにゴムベラを使ってさっと混ぜたらもう一度火にかけて火加減弱火です。このままですねだいたい30秒から1分ほど火にかけながら絡めます。全体に絡めながら火にかけたら火を止めます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。そしたら先ほどのねこちらの天板に1個ずつ並べていきます。はい、OK です。このように並べて、あとはですねこちらを涼しいところに置いてしっかりと乾かしてください。そうすることでとてもカリッとした仕上がりになります。ただ暑い時期だったりとかすぐカリッとさせたい場合はこのように氷水を用意してください。そしてこのお芋を氷水の中に入れます。もうね5秒ぐらいで大丈夫です。そうするとこのように、すいませんちょっと手で持っちゃいますが、とてもカリッカリに仕上がります。もし時間がない時はねやってみてください。本当にくぐらせる時間はだいたい3秒から5秒ぐらいで大丈夫です。こういったやり方もあるのでお好みの方法でやってみてください。このまま食べてもいいんですけれども、カリカリの大学芋の場合は熱いまま食べるとちょっとねちょっとした感じになるので、完全にこちら乾かしていただくといいかなと思います。はい、表面が乾きました。このように表面がカリカリに仕上がってます。でここで注意していただきたいのが、あんまりねこのタレを絡ませすぎると硬すぎて食べれない時があったりとか、あとは口の中を怪我しやすくなるので薄く絡めて、そして乾かしてみてください。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでカリカリ大学芋の完成です。こんな感じでお芋はとてもカリカリに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。表面がカリッカリですね。そしてさつまいももホクホクですごく甘いです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカリカリ大学芋のポイントです。まずさつまいもなんですが、両端を切り落として、その後は食べやすい大きさの乱切りにしてください。そして切り終わったさつまいもは水に5分ほど浸してください。そうすることでアクが抜けるのと、あとは変色を防ぐことができます。ここで5分以上水にさらしてしまうとさつまいもの風味が流れ出てしまいますので、5分以上は水にさらさないように注意してください。そしてその後ですね、水に浸したらしっかりと水
水を切って、その後キッチンペーパーを使ってきちんと水分を拭き取るようにしてください。水分が残っていると揚げた時に油跳ねしやすくなるので、できればね1個ずつ拭いていただくといいかなと思います。そして油で揚げる時のポイントです。今回は常温の油から揚げました。そうすることでさつまいもにゆっくり熱が入ってホクホクな仕上がりになるのと、あと表面もカリッとした仕上がりになります。さらに低温の油から揚げることでさつまいもの甘みもアップします。そして最初の10分ぐらいは弱めの中火で揚げてください。弱めの中火で10分ほど揚げたら、その後ですね火を少し強くして最後2分ほど高温の油で揚げてください。そうすることで表面がカリッとした仕上がりになります。ただ温度を上げると焦げやすくなるので焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。そして今回表面のタレの部分をカリカリにしました。こちらをですね、まずフライパンにお砂糖、お水、みりん、こちらの3つを入れてください。そして水分がしっかり砂糖と馴染んだら火にかけて、その後はですね絶対中はいじらずに加熱してください。この時に中をいじってしまうとお砂糖が結晶化してしまう場合があるので、必ずね動かさずにそのまま加熱するようにしてください。そして一部分が少し色が変わってきたら火を止めてフライパンを回して、そして色を均一にしてください。その後ですね、お醤油、黒ごま、そして揚げたさつまいもを加えて軽く絡めてからまた火にかけて、だいたい30秒から1分ほど加熱してください。そして1つずつ取り出してクッキングシートまたはオーブンシートなどを敷いて、その上に置いて1つずつ冷ますようにしてください。これをね全部まとめてやってしまうとくっついてしまうので注意していただけたらと思います。この表面がねパリパリの飴状になっているので、温かい状態にしておくとちょっとべちゃっと仕上がってしまいます。なので涼しいところに置いていただくか、あるいはある程度粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やしてみてください。そうすると表面がパリッとした仕上がりになります。もしねホクホクを食べたい場合はそのまま召し上がっていただいても OK です。ただねホクホクで食べるときはちょっとねこの飴の部分がねちょっとするかもしれないんですが、もしねちょっとした感じが嫌な場合は以前私のチャンネルで別の大学芋の作り方もご紹介しているので、そちらのタレを参考に作ってみてください。今回はすぐ表面をカリカリにする方法もご紹介しました。急いでる時とかはねこちらを参考に作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大学芋を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。